はい、明けましておめでとうございます。では今回は年末に作ったホットショットとこの日のために温めてきたアバンテとビッグウィックですね。80年代にひときわ輝きを放っていた3台を走らせていくぜ。モーターは GT2 モーターに統一してあって、ビッグウィックとホットショットの ESC はホビーウィング1060、アバンテだけはね KO プロポの VFS-FR2 プロになってるんですけど、同じバッテリーで走らせていつもの比較やっていこうと思います。ということで本日のお品書き、今回は全部オフロードでやっていきますが、その1最高速度チェック、その2ジャンプ&スラローム、その3ちょっとジムカーナ的なポテンシャルチェック、こちらの3種目でやっていこうと思います。では行く。綺麗なまま帰れるかな。じゃあまず最高速チェックね。最初はホットショットから。ちなみにこれ、ここのロゴ塗りなの。このウイングも貼ったステッカーはこの3とこれだけ。かっこいいでしょ。さあ行ってみよう。それでは行くぞ。では結果の方を見ていきましょう。こちらタイムが 3.59 秒で最高速度が26キロ。まあ予測の範疇くらいですね。では次、続きましてビッグウィック。基本的にはホットショットと同じスピードになるはずなんですけど、もしかしたらねこの空力が生きてくるかな。楽しみだね。行ってみよう。それでは行きます。それでは結果見ていきましょう。こちらタイムが 3.59 秒で最高速度が26キロ。なんとホットショットと全く同じですね。結果が同じってことはちゃんと組めてたってことかな。ちょっとホッとしましたね、ホットショットなだけにじゃあ次行ってみよう。じゃあ最後にアバンテ。ギア比的には多分伸びると思うんですけどね。どうでしょう。よし行ってみよう。それでは行くぞ。では結果の方を見ていきましょう。こちらタイムが 3.58 秒で最高速度が26キロ。これまたほぼ同じ重量かな。アバンテの方がちょっとギア比が有利なはずなんですけど、まあでも納得の結果じゃないかな。細かい違いはね後でまたグラフで比べてみましょう。では次の種目いってみよう。続きましてジャンプ&スラローム。今回はねこのオリジナルのジャンプ台を使っていくよ。アバンテから行ってみようかな。行くぞ。もう一回行こう。それではリトライ行くぞ。思ってたよりも全然素直だよ。
もうちょっとパワーあった方がむしろスライドコントロールしやすいかも。なんだろうこのしっとり感。あと何よりね、かっこいいこれ。じゃあ次行きますか。では続きましてビッグウィック。ビッグウィックはね、ステアリングがラック&ピニオン式なんで、これがどう出るか気になるところですが、行ってみよう。行くぞ。いいじゃん。やっぱりステアリングは切れない。これは間違いない。でもスライドコントロールがものすんごいしやすくて、スロットルオンで狙い通りに滑ってくれるんですよね。一回ライン外して膨らんじゃうと修正にちょっと時間かかるんですけど、全然破綻することはなくて技量の範囲の中でスライドしてくれるので、こいつは気持ちいいぞ。あとね、これもねかっこいい。よっしゃ、始祖のホットショットにご登場いただきましょう。一番切れんわ。大丈夫かな。まあ頑張っていただきましょう。いくぞ。こいつは難しいね。繰り返しに関しては思ってた以上に言うこと聞くんで、なんなら素直さまで感じられるんですけど、問題はこのターンよね。きっちり向き変えようと思うとがっつりブレーキかけてフロントに荷重が乗っかって絶妙なタイミングでアクセルオンすると綺麗にターンができるんですけど、それがねピンポイントすぎて毎回はできない。でも一番操ってる感はあるかも。でね、これねかっこいい。よし、最後にコース作っていきましょう。コース完成。ではホットショット先生にてコース説明をします。まずはここからスタートして、ここはスラロームですね。それからぐるっと向きを変えて、ここでサブロックターン。それから一番奥のパイロンでターンをぶちかまし、ピューッとストレートで
戻ってくると、こんな感じになっております。3、2、1、GO でいこうか。それでは3、2、1、GO。パイロン1個倒しちゃったパイロン1個倒しちゃったのでマイナス1点ということで1秒足そうか。でもやっぱアンダーきちいな。まあタイムは最後にまとめてみていきましょう。じゃあ次、続きましてビッグウィック。ビッグウィックはねちょっと期待できますね。それではいきますよ。3、2、1、GO。軽快だね。でもちょっとゴールゲート破壊しちゃったマイナス2点。いやでも期待通りの走りしてくれましたね。アクセルオンでめっちゃスライドしやすい。最高。じゃあラスト、昭和最後の王者アバンテに登場していただこう。なんこれ、後ろ姿めっちゃかっこいい。これ系の種目だったら一番期待値高いよね。行ってみようぜ。それでは3、2、1、GO。めっちゃ曲がるやん。気を取り直しまして3、2、1、GO。ちょっともう一回行きましょう。それでは呼吸を整えまして3、2、1、GO。なんか思った以上に曲がるし、でも突然裏切ってくるね。でアバンテにつきましては、スラロームでパイロン1個倒したのとゲート破壊で計3点マイナスでございます。パイロンタッチは多めに見ましょう。いやーでもアバンテはやっぱもうちょっとパワー上げたいね。もうちょい意図的に滑らせれるだけで激変すると思う。いやー楽しかったぜ。大満足じゃ。まるで豪華なおせち料理だね。伊勢海老と数の子とブルーハワイということでね、お家帰ってまとめます。帰宅。はい、帰ってきましたよ。充実感が半端ねえ。いやー、楽しかったです。それぞれの車両特性に関してはですね、走行後にお話しした通りなんですけど、まずは最高速度と加速特性の部分、見ていきましょう。こんな感じですね。これはホットショットとビッグウィックは、さすが同系統の駆動系と同じギア比なだけあって、グラフが綺麗に同じ波形になってますね。アバンテだけは最高速度は同じでありながらも、加速が少し速いんですよね。最高加速 G が発生するタイミングがちょっと早くて、最後まで速度も伸びていた感じ。もう少し長く計測してたら、もしかしたらもうちょっとだけ最高速伸びてたかもという感じですね。とはいえ計算上でもギア比的には1キロ強くらいの差なので、まあ納得できる範囲。でも一応ね、重量も測ってみましょう。あんまり精密なやつじゃないので参考程度ですが、ホットショットが 1356g、 ビッグウィックが 1444g、 アバンテが 1426.5g。 意外にもビッ
クウィックが一番重たい。アバンテのスピードが思ってたより伸びなかった理由は重量じゃなくて ESC なのかもしれないですね、多分。それとジャンプについて走行直後にお話しし忘れたので改めてお話しすると、実は何回かミスっちゃってたんですけど、3台ともに共通して全速力でジャンプすると体勢が結構崩れちゃうんですよね。なのでジャンプ前に若干余力を作るためにスロットルをオフにしてジャンプした後にもう一回スロットルオン。これでなんとか着地させられた感じですね。でもやっぱりホットショットとビッグウィッグに関しては頭から落ちがち。ランディングが坂になってるジャンプだったら全速力で行ってもいいと思うんですけど、今回みたいな平らな路面への着地はスロットルでコントロールしながら飛ばさないとバンパーから着地してでんぐり返ししちゃう。結構しんどいランディングでしたけどね。アバンテも同じ傾向ではあるんですけど、他の2台よりはコントロールしやすい感じでしたね。スラロームに関してはそれぞれの味わいがあって単純にめっちゃ面白かったです。でもノーマルの状態で比較するとビッグウィッグのコントロール性が特に好きでしたね。とは言いつつも振り返しはホットショットの方がコントロールしやすい。でもターンがきつくてアバンテはもう少しパワーが欲しい、またはもう少しデフを調整するといいとこあるかもっていう、もう少しで一番気持ちいいマシンになる気配でしたね。そして最後にジムカーナ。それぞれのタイムはおおむねホットショットは 17.59 秒、ビッグウィッグが 15.7 秒、アバンテが 15.87 秒で、それぞれやらかした減点1ポイントを1秒といたしまして、そうするとホットショットは1秒加算で 18.59 秒、ビッグウィッグは2秒加算で 17.7 秒、アバンテは3秒加算で 18.87 秒。今回のチャンピオンはビッグウィッグ選手に決定したいと思います。ということで新年早々ですね、がっつり楽しませていただきまして大満足です。個人的にはジムカーナ的な走行がめっちゃ楽しくて、本当はもっとやりたかったんですけどね、時間が足りなかった。本当にどれもすんげえ面白いマシンなので、ビッグウィッグはちょっと手に入れにくくなっちゃってると思うんですけど、アバンテとホットショットは入手可能なはずなので、買おうかなどうしようかなって悩んでらっしゃる方はぜひですね手に取ってみていただきたいなと思います。ということで今回はここまで。あざした、終わりー。